にちは。今回は筋肉マンパーフェクトオリジン編第4話への視聴者の反応をご紹介します。この動画では最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。ステカセ劇場。見た目に反して結構強いな。技だけじゃなく体までチェンジできるのはずるい。スニゲーターとの特訓の賜物だからずるくない。あれめっちゃ良かったな。反差が過ぎないか。あっちゅう間に終わるな。1話ほぼステカセキングだけで終わった。今度の筋肉マンのアニメすごいな。面白すぎる。ステカセの声うますぎるやろ。おい30分短すぎるだろ。ずっと見てられるわ。筋肉マン知識そんなないけど面白いな。テンポいいな。ここまで行くとは。昔なら中野さんやゴブカリのギャグでステカセ登場あたりで1話終わってただろうな。筋肉マンで過去一番早い30分だった。今さら筋肉マンってどうなんだろうって見る前思ってたけど、めちゃおもろいな。めっちゃ楽しい。世代じゃないから基礎知識ぐらいしかないけど、なんだかんだ楽しいな。ステカセにとってオーズマンは憧れなのかもしれんな。機械超人としての理想形のように見えているのかも。だからこそテープをずっと取っておいて更新を続けたような気がする。ステカセキングのシンフォニーの100万保音設定は変わってないんだな。ステカセなのにかっこいい。おもろいわ筋肉マン。見てる体感時間が早い。ターボ面がやられるたび目がチカチカいってるのが気になるな。だんだん速くなっていってるのが細かい。旧シリーズの優れたいステカセが新規作画で見られたのはお得感あるな。回想で9章のイベントシーン入れてくれるのありがたいよね。構成を損なわない範囲でもっと見たいな。やっぱり面白い。きみこさんの声が想像よりぴったりだった。あとステカセが変身した超人の声に寄せてるのが好き。杉田さんのネプチューンマンっぽさあったし、ゼブラは凶悪な感じ出てる。エンディングの最後の一言が前回と違う仕様なのは細かいね。バッファローマンとスプリングマンの声優が特にいい。ターボ面の声がすごく良いなと思ったらジェイドの人だったのか。気づかなかったな。テリーマンの削られた傷がもう治りかけてるんだけど。そりゃ超人だしな。回復も早いんだろう。設定上超人は傷の治りは早いよ。試合中にも治ってくはず。漫画の中のどこかで言及してた気はする。多分超人だから傷の治りも早い。筋肉マンの超人は筋肉もりもりでもボディビルダーみたいな切れてる筋肉じゃなく、脂肪も乗ったムチムチした筋肉なのがレスラーって感じで良いよね。マウンテンドロップってあんな迫力ある技だったんだね。悪魔組はアトランティスが一番楽しみだな。東京ドームの客テリーマン勝った。おなんかマシンガン出てきた。シーン。悪魔超人出てきた。シーン。筋肉マン戦ってる。シーン。バッファローマン出てきた。バッファローマン。バッファローマン。なぜなのか。何もおかしいことはないだろう。状況変化に翻弄されてた慣習が落ち着いて、そこにバッファロー登場の流れと考えればむしろ当然。ずっと同じ調子でリアクションしてる方がおかしいよ。しかしアニメの出来が良すぎて最高だし、ステカセでほぼ1話使ってくれるの感動するわ。主人公以外の試合を雑に処理されたりしないの本当にありがたい。マジでこのまんま続けて100話見たい。ステカセが調子に乗る癖は全然治ってない。だがそれがいい。即興参戦なのにステカセの紹介 PV 用意している実況優秀すぎんか。旧アニメのステカセは権利関係で何かあったのか。全く別物のデザインになってたけど、やっぱりゆでデザインの今の方が圧倒的にいいな。スタッフはステカセ大好きだろう。レトロかつあの時代感満載な紹介映像良すぎだわ。コミックス見て歓喜し、アニメ化で動くステカセキングさん見るだけでむちゃくちゃ胸熱だけど、この数十年漫画見てなくて、今回のステカセさん含む7人の悪魔超人の復活見た人とかはさらに感動すごいんだろうな。動きだけでなく顔、携帯まで変わる進化遂げたステカセさん、かっこよすぎるわ。
悪魔超人たちのそれぞれの登場シーンが良かった。スプリングマンが動いた時の音が好き。筋肉マン対ステカセ戦の回想シーンがあったのもいいね。そしてステカセが変身したら声の感じが変わるのが細かい。ステカセキング大活躍回。いろんな相手をコピー、変身しつつ戦うスタイル。見ていてすごい面白い。放送前からステカセキングがやたら人気だったけど、見た目の可愛さも相まってそりゃ人気だわ。次回もステカセキングが活躍するらしいので楽しみだ。7人の悪魔超人が揃い踏みとなり、おっさんは大歓喜です。そしてあのひどい負け方をしたステカセキングがいい戦いをしているではありませんか。もはやファンディスクのような内容です。もはや時代遅れとかいうレベルではない家電ですけどね。本当に時代を感じます。ステカセがいるリングがソ連かロシアか明言されない。ターボメンの CD 全盛期の時代、バッファの屋根付き球場ができたなどの発言がないことから、アニメの時代設定は意図的にぼかしていく感じかな。ステカセキングターボメン戦はお気に入りの試合。ステカセ役の柿原哲也さん、カセットを変えるたびに全く違う演技プランに切り替えて演じておられて本当にうまかったです。中野さんやキミコさんが出てたのも嬉しかったです。原作版の観客役だ。ステカセキングがキュートすぎて我は応援するよ。たとえ時代遅れの家電超人とあふられても、過去の筋肉マン戦の黒歴史をさらされても、ゼブラ形態からのマッスルインフェルノは鳥肌もんの厚さだった。強者だけじゃない弱者だからこその戦い様の物語がいよいよ始まった。いよいよ2人も出てきた。アトランティスの悪かったな。仮面の貴公子じゃなく少年の腐った悪魔でな。ってセリフ聞けただけもう最高です。そしてステカセの変身、声変わってて細かかった。濃厚な悪魔超人会、イヤステカセキング会を摂取できるとは思わなかった。メタ的なことを言うと次でヤバそうなので、ステカセキングの勇姿は刻み込みます。バッファローマンが裏切ったとは言うが、椅子奪ったことに一言あったり、結局テリーマンたちと普通に会話してたり、距離感麻痺するよねこれ。世界中に散ったり、ファーストバウトはステカセキングだったりと、ノスタルジーを煽るがごとく、構図はまさに昔の悪魔超人編。ということは、セカンドバウトはブラックホール。まさか悪魔超人全滅ってことはないと思うが、その後で正義超人との三つどもえ戦になるのかね。アニメ筋肉マンの丁寧さすごいな。旧作の回想部分も映像で補足してる。そして、今のクオリティの作画で、旧作部分も絵で見られる喜び、ファンにはたまらんね。これは、7人の悪魔超人最終決。原作読んだ時は震えたな。バッファローマンの獅子の絵は寂しかったけど、それを補ってあまりある燃える展開。ステカセキング原作通りのデザインでの初出演を目、丁寧な解説に昔の筋肉マンとの戦いも作られるとは優遇されてる。中の人もノリノリだし。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介しています。様々な考察や多様な意見を聞くとこれまでなかった視点が増えてアニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。